忍者と聞いてあなたはどんな姿を思い浮かべるでしょうか。黒装束に身を包み、屋根の上を音もなく走り、空を飛んで手裏剣を放つ、そんな超人的なスパイの姿を想像したかもしれません。ですが、本当の忍びの正体は、その華やかなイメージとは大きくかけ離れていました。彼らの多くは、普段は田畑を耕すごく普通の村人だったのです。武器を取って戦う日は、一年のうちほんのわずか。残りの日々は土と共に生きる生活者でした。今回は神秘のベールに隠された諜報員の意外なほど地に足のついた素顔に迫ります。まず資料が語る現実から見ていきましょう。戦国時代の忍びの本場とされたのが伊賀と甲賀の地でした。この2つの土地に暮らした忍びの正体は専業の戦闘員ではありません。その多くは普段は農業を営みながら、いざという時に武器を取る地侍、そして土豪と呼ばれる人々でした。つまり反農藩士という暮らしです。彼らは平時には田畑を耕し、在地の経営に汗を流していたのです。では、なぜこの土地から多くの忍びが育ったのでしょうか。理由はその独特の社会構造にあります。伊賀と甲賀は強大な大名による一元的な支配を受けていませんでした。代わりに小さな領主たちが対等な立場で集まり、話し合いによって地域を運営していたのです。これを総国一揆、あるいは軍中層と呼びます。多数決に近い合議で物事を決める自治的な共同体でした。中央の大きな力に頼れないからこそ、彼らは自分たちの土地と命を自分たちで守る必要がありました。その切実な必要が地形を読む技術、敵情を探る諜報の技、そして少人数で大軍に抗う知恵を磨き上げていったと考えられています。彼らは普段は農民として暮らし、戦が起これば傭兵や諜報員として各地の大名に雇われて動員されたのです。こうした実像は忍術書からも読み取ることができます。江戸時代に編まれた万川集会によれば、忍びに求められたのは空を飛ぶ魔法のような術ではありません。書かれているのは火薬の調合、薬草の知識、天候の見極め、人の心を動かす話術といった徹底して現実的で生活に根ざした技術でした。同じく忍術書である正忍記もまた、忍びの心構えとして正直さや忍耐といった人としての地味な徳を繰り返し説いています。空想の超人ではなく土と共に生きる実務家、それが資料が描き出す忍びの本当の姿なのです。ではなぜ黒装束で空を飛ぶ超人スパイという忍者像がこれほどまでに広まったのでしょうか。その答えは歴史そのものではなく、後の世の娯楽が作り上げたイメージの連鎖にあります。出発点は平和になった江戸時代でした。戦が消え、本物の忍びが活躍の場を失う一方で、人々は講談や歌舞伎の中に空想の忍者を求めるようになります。とりわけ歌舞伎の舞台では黒い衣装を着た黒子の存在が観客には見えないという約束事がありました。この舞台上の取り決めがやがて忍者は黒装束を着るものだという思い込みへと結びついていたと指摘されています。本来の忍びは目立たぬ農民の格好で敵地に紛れ込むのが基本でした。全身黒ずくめで動き回ればかえって人目を引いてしまうからです。それでも舞台の約束事の方が人々の記憶に強く残りました。決定的だったのは明治から大正にかけて大人気となった立川文庫です。この少年向けの読み物が猿飛サスケや霧隠れ才蔵といった超人的な忍者ヒーローを次々と生み出しました。彼らは木の葉に乗って身を隠し、瞬く間に姿を消す。史実の地侍とは似ても似つかない痛快な空想の英雄です。このたちが文庫の忍者像が当時の少年たちの心に深く焼き付いたのです。そして戦後、その人気は映画や劇画、テレビ、そしてアニメへと次々に受け継がれていきます。映像の中で忍者はさらに神秘化され、印を結べば超能力すら操る存在として描かれました。海を越えて世界中へ広まったのもこの空想のヒーロー像です。本物の地侍が暮らした自治の村も、田畑を耕す日々の労働も、そこにはもう影も形もありません。こうして何世代にもわたる娯楽の積み重ねが、本来は農民であった忍びの姿をすっかり覆い隠してしまいました。空飛ぶ超人という巨像を私たちの揺るがぬ常識として定着させてしまったのです。二つの事実を重ね合わせると忍者の意外な素顔が見えてきます。一方には資料が語る反応藩士の生活者がいます。彼らは伊賀と甲賀の自治的な共同体で田畑を耕し、必要な時だけ諜報員として動いた地に足のついた実務家でした。もう一方には講談から立川文庫、そして映像作品が作り上げた空を飛ぶ神秘の超人がいます。この2つは全くの別物です。けれども忘れてはならないのは、現実の忍びが決して平凡なだけの存在ではなかったということです。彼らは土に根ざして生きながら火薬や薬草の知識、天候を読む目、そして人の心を動かす話術という
極めて高度な情報技術を備えていました。派手な魔法はなくとも地味な知の力で容赦ない乱世を生き抜いたのです。普段は桑を握る手がひとたび必要となれば国の命運を左右する情報をつかみ取る。その落差にこそ彼らの真の凄みがありました。神秘の超人ではなく知恵に満ちた生活者、それこそが諜報員の本当の素顔なのです。チャンネル登録と高評価が次の真実を届ける力になります。次回は忍者の食事術、過酷な戦場で生き延びるための驚きの栄養管理に迫ります。彼らは何を食べどう体を保っていたのか、どうぞお楽しみに。